今回は2500年以上の歴史を持つシルクロードのオアシス、ウズベキスタンのブハラ。年に一度行われるシルクとスパイス祭り。3日間の間に50万人以上が訪れる熱狂の祭りの最終日の様子と、祭り翌日の静まり返った街の様子をお届けします。動画の最後にはタクシー乗車時の人生初経験のトラブルも動画にしているので、ぜひ最後までお楽しみください。朝10時20分、ブハラ行きの列車に乗るためタクシーで駅までやってきました。もともとは急行のシャルク号を予約していたのですが、2日前に特急アフロシオブ号が取れたので、準急をキャンセルして特急に乗車します。ブハラまでは約1時間40分。チケットの取り方は1つ目の動画で解説しているので、ご覧になられていない方は概要欄からご覧ください。なんか私の席に可愛いお嬢ちゃんがすでに座っています。4人家族らしくすぐに席を空けてくれました。座席は飛行機みたいにイヤホンを挿すところがあり、準急よりも足元がかなり広めでした。あっという間にブハラに到着。揺れも少なく、とても快適な移動でした。どうしてもアフロシオブに乗りたかったので、直前にチケットが取れてよかったです。外に出た瞬間、暑さにびっくり。例えるなら炎天下の中で駐車していた車に入った瞬間の熱気をずっと浴びている感じ。実はこの日の最高気温は40度。暑すぎるのでエアコン付きタクシーで駅から有名なプロフのお店まで移動。その名もザ・プロフ。駅から市内までタクシーで約30分。ヤンデックスのコンフォートクラスで3万500スム400円。ブハラプロフ 400g。 トッピングで右端にある丸い馬肉を追加。米はかなり固めで、見た目より全然油っぽさはなし。肉ホロホロで絶品。馬肉も味が濃くて美味しい。ウズベキスタン滞在中で一番美味しいプロフでした。また10分ほどタクシーに乗り、宿に到着。マーブ爆本ファミリーゲストハウス。ブッキング .com 評価 9.7。 1泊6000円。少し裏道を入ったところにあるので夜も静かです。中心のラビハウスまでは徒歩5分。冷蔵庫もあるし、清潔で過ごしやすかったです。宿で2時間ほど休憩し、酷暑の中街歩き開始。
ブハラに着くまで全く知らなかったのですが、宿の受付女性に「あなたはラッキーだわ、今日は祭りの最終日よ、アルク城の周りでやってるから絶対に行きなさい」と強く勧められ、せっかくなので行ってみます。いやー、外40度もあるし暑すぎるよって返したら、大丈夫、夏は50度、過去最高は60度近くだからって。私の想像していた砂漠のオアシスと全然イメージが違いました。奥に見えるドームは滝と呼ばれ、シルクロード時代からあるバザール。滝サラフォン、両替商の滝を意味する。バザールの中で道が分岐していて面白い構造です。何度か間違った方へ出て道を間違えました。素敵な絨毯ですね。Yang coba migrantar karena tidak tahu. 奥のものは木製の本立て、いろんな角度に変えられます。ウズベキスタンでは珍しい水路。町の中心にあるラビハウズ。ラビはほとり、ハウズは池という意味。1620年に建築されたそうです。池には白鳥が何羽か住んでいます。マジックカーペッツ。ここの絨毯屋さん、日本にいる時から気になって Google マップやブログでチェックしていました。いいものがあれば何か買う予定です。結局入って15分後には購入していました。玄関用に絨毯を2枚購入。荷物になるので大物は断念。30ドルほどしか値下げしてくれず、2枚で250ドルでした。滝テルパクフルシャン、帽子匠の滝を意味する。今は帽子以外の店の方が多いですね。
トキザルガロン。宝石商の滝を意味する。ブハラにも複数のメドレセがあります。こちらはウルグベクメドレセ。1417年建築の世界最古のメドレセ。だいぶ朽ちてますね。修復されていないのも味があっていい。右がカラーンモスク。中央の塔がカラーンミナレット。左がミル・アラブ・メドレセ。ミナレットはレンガ造りの塔で、高さは 45.6 メートルあり、ブハラのシンボルです。1127年のカラ藩長時代に建設されました。接着剤にラクダの乳が混ぜられたという伝承があります。アルク城に続く大通り。祭りの出店がたくさん出店しています。暑さのせいかお客さんは少ないですね。祭りの期間中、かなり多くの警察官を見かけました。地方からも警察が集まっているのか、出店で買い物をして祭りを楽しんでいる警察官もちらほら見ました。茶色の壁はアルク城の城壁。高さ20メートル、周囲は800メートルに及びます。5世紀頃に最初に建築され、1220年チンギス・ハーンの侵攻により破壊されました。現在の城壁は18世紀に再建されたものですが、これも1920年にソ連の空爆を受け、城内の建物の 7,8 割が焼失。現在残っているのはわずかな建物です。これはイカットと呼ばれるシルクの伝統織物。スカーフ、衣類、バッグなどに加工されます。ここの広場もレギスタン広場という名で、かつては罪人の公開処刑場だったそう。
アルク城に入城します。高さがあるのでブハラの街が一望できます。遺跡みたいですがモスクのようです。ボロハウズモスクからアザーンが聞こえてきました。ボロハウズモスクは1712年に王専用の礼拝モスクとして建てられました。20本の木製の柱が特徴的で12メートルのくるみ材が使用されています。ブハラ汗国の王がアルク城からこのモスクまで敷き詰められた絨毯の上を歩いて礼拝に赴いたそうです。現在は一般の方も礼拝で使用しています。サマルカンドでも見かけたのですが、音楽に合わせて大人も踊ってる方が多いんです。ウズベキスタン人はパリピなのかもしれません。夕方になり人も増えてきました。夕食難民にならないよう早めにディナー。良い席ではないですがなんとかテラス席を確保。この後すぐに満席に。トータル29万3000スム、3800円。少し高かったです。混んでたのですがライトアップされるまで粘りました。ウズベキスタンの照明はどこも秀逸で昼間より夜景の方が綺麗です。きめ細かい幾何学模様が照明で浮かび上がります。チンギス・ハーンがブハラの中で唯一破壊しなかったのがこのミナレット。どこも人人人。ウズベキスタン人の熱気とパワーを感じます。
さすがは平均年齢29歳の国。昼間はあんなに人が少なかったのに、みんな昼寝でもしていたのかな。滝もライトアップされていい雰囲気が出ています。夜のナビハウス周辺。21時過ぎ、宿に戻り就寝。おはようございます。時刻は朝6時半。昨日は人が多く暑さもあったので、今日は早朝からゆっくりと街を見ます。昨日とは打って変わり、ほとんど人がいません。私はいつも早朝から街歩きや観光をするのですが、旅行中の朝活、本当おすすめです。この辺とか一人で歩いているとゲームの主人公になった気分になります。朝のラビハウス。昨日より白鳥がたくさんいます。なんとなくお店に入ってみました。ドライフルーツとナッツ系のお店のようです。一度宿に戻って朝食をいただき、2時間ほど仮眠しました。中心地から少し離れたダンジョンみたいな道を進み、チョルミナルへ向かいます。雨が降ってきました。5月の平均降水量は8ミリのはず。チョルは4という意味。雨なのでさっと外観だけ見学して戻ります。さあお買い物タイム。ここのお店はいろいろと表彰を受けている伝統工芸の刃物のお店。ブハラの名産コウノトリのハサミを購入。小サイズが15万スム、中サイズが20万スム。私は中サイズを4つ60万スムで買いました。ウズベキスタンは大きくぼったくってこないのですが、値下げもあまり多くしてくれないのが特徴です。工房の見学と撮影の許可をもらいました。この方のお父様が職人で店主。ウズベキスタンの中では一番ブハラがお土産の値段は安く、品揃えも豊富なので、お土産はブハラでの購入をおすすめします。チョコレートなどの食料品はタシケントのスーパーで買うのが良いです。
すぐ隣にあるスザニショップでシルクのクッションカバーを購入しました。値段は3つで60万スム。時刻は12時半。あまりお腹が減っていないので昼食代わりにカフェでお茶します。中東でよく見るバクラバというスイーツ、程よい甘さで美味しかったです。その後、宿で YouTube を見たりゴロゴロして旅の休息日にしました。宿から20分ほど歩き夕食へ。このサラダ、蒸し鶏が大量に入っていてすごいボリューム。スープも大量の餃子入り。お決まりのシャシリクも注文。ああ、編集中の今また食べたくなりました。おはようございます。昨晩は激しい雷雨で夜中に目が覚めました。6時45分発の日場行きの列車に乗るため、朝5時に起床。眠たい。宿から駅に向かうタクシーで人生初のトラブルを経験。To Bukhara station, please. What on earth do you think you are doing? Get off the road! いかがだったでしょうか。ブハラ滞在の最後に嫌な思いをしましたが、良い街でした。異世界のような雰囲気で買い物にも適していますし、街がコンパクトなので1日あれば十分回れます。先ほどのトラブル、とっさに3つの選択肢が頭に浮かびました。1、運転手にブチギレる。2、何も言わないが怒っている態度を示す。3、何もなかったことにする。1は、運転手と揉めたら路上の真ん中で置いていかれるリスクがあったのでやめました。列車に間に合わない可能性もあるので。3は、さすがに腹立たしいので却下。結局2を選択。怒った顔で後ろでブツブツ文句を言っていました。せめてもの抵抗で折り際にドアを思いっきり閉めて、運転手に最低評価をつけることしかできず、幸いにもかかった水が泥水ではなく、汚れや匂いがなかったのが救いでしたが、かなりの水量で上半身はずぶ濡れ。ヤンデックスの運転手は結構運転が荒く、急ブレーキを多用するので、皆さんもお気をつけください。英語もほとんど通じません。シートベルトは締めた方が良いです。次回の動画は、ブハラから寝台列車で7時間。映え、映え、映え。何をとっても映える街。城壁都市ヒバの様子をお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。